こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。まず ETF 関連では、Wisdom Tree が XRP ETF の S1 を SEC に正式に申請しています。これは先日、Wisdom Tree がデラウェア州に XRP ETF の登録をしたことで申請間近と言われてましたけども、今回正式申請となっています。リップル XRP に関しては先週も取り上げましたけども、本日もまた高騰してますんで、この後のアルト部門の方で取り上げたいと思います。あと先週の仮想通貨系 ETP の週間フローが出てまして、イーサ ETF が初めてビットコインの流入額を上回ったのが注目されています。週間ではビットコインがマイナスとなる中ですね、イーサがプラス 6.3 億ドルの流入となってますね。ここ最近のイーサ優勢の動きがそのまま反映された結果となりました。あと昨日の米国の ETF のフローは現時点では若干のプラスとなっています。ただ先ほどブラックロックに 3.3 億ドルほどの流入があるという情報が流れたんで、今回も純流入を記録しそうですね。イーサも現時点ではマイナスですが、ブラックロックから 0.56 億ドルの流入とのことなんで、こちらも全体で流入を記録となりそうです。で、香港はビットコインがゼロとなってますが、イーサは619イーサ、約200万ドル相当のプラスとなってまして、約20日ぶりの流入となってます。あとオンチェーン関連では、ベーセフのアドレスがコインベースプライムに 19,800BTC 送金しているのが観測されてます。アドレスを一つ挟んで送金してますね。トランプ氏がビットコインを米国の準備金にするという公約を掲げてましたけども、もしかしたらその前になんてこともあるかもしれません。ベーセフの残高はまだ18万 8300BTC ほどありますけども、こちらも売り圧ファンダとなりますんで、その後の動向に注目ですね。あと他では取引所のビットコインの残高が未だ枯渇状態であること、取引所の現物の月間取引量が 2.7 兆ドルと2021年5月以来の高水準となっていることなどが注目されています。こちらはポジティブなデータとして捉えられますね。ビットコインの価格は現在 95,800 ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では各国の PMI、ユーロ雇用統計、米 ISM 製造業景気指数などがありました。あとは早朝の FRB 理事のウォラー氏の利下げ示唆声明などが注目されています。米 PMI、米 ISM 製造業景気指数はどちらも前回予想以上の結果となってはいるんですけども、米ドル安傾向は変わらずですね、ドル円は149円台と、未だ150円割れとなっています。で、休み明けの米市場はですね、米株各指数が上昇となってるんですけども、ビットコインは一時 94,300 ドルまで下落してますね。個別株の方ではマイクロストラテジーがさらに 15,400BTC 買い増しを報告したこと、マルホールディングスがさらなるビットコイン買い増しのための7億ドル相当の転換優先債券発行を提案したことなどが注目されています。ただ株価はどちらもビットコインとともに調整となっていますね。ビットコインの先物の方では OI は全体でマイナス 0.75%、額としては599億ドル相当、比率としては全体ではショートが 51.8%、バイナス目はロングが 52.1% としたよりになっています。今後の指標としては12月4日に米上率給仕件数、米利備雇用者数、米 PMI 確保値、12月5日に米待機在受注、米 ISM 非製造業景気指数、米新規失業保険申請件数、米貿易収支、12月6日に米雇用統計などが控えております。他アナリストらの見解、著名人の動きではですね、10万ドル近辺での売り圧が大きいことから、上昇に時間がかかるだろうとか、あとはマイケル・セーラー氏がマイクロソフトに対してビットコインは最高の資産だと PR したことが話題になってますね。そしてオンラインチャン企画ですね。先週末の私の予想ではビットコインドミナンスも未だに落ちててですね、また指標ラッシュに入ることからあるとは伸びるかもしれないけど、ビットコインの10万ドルの攻防は長引くだろうと。なので週明けのビットコインは先週末の 96,924 ドルよりも下という予想でした。結果としては一部のアルトのことはあるもののですね、ベーセフの送金や指標ラッシュの警戒もあってか、ビットコインは一時94,300 ドル台となってまして、判定時刻の12月3日 AM6 時時点のビットコインは 95,666 ドルということで、先週末の 96,924 ドルよりも下なんであたりです。はい、続いて明日の予想ですね。下です。一旦調整入って ETF の流入がまだあるのが気になるところですけど、週末の米雇用統計まで指標もありますし、米株と比較してビットコインが単独で強いフェーズが終わってるのかなと思ったんで、下にします。なので12月4日 AM6 時時点のビットコインは現在の 95,716 ドルよりも下、これでいきたいと思います。指標としては明日12月4日
0時にベジョルツ求人件数が控えております。それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在3630ドル、BTC 建ては 0.0379 と、先物の方では OI は全体でマイナス 1.45%、額としては239億ドル相当、比率として全体ではショートが 55.0%、マイナス意味はロングが 76.7% としたようになっています。イーサ関連の話題ではですね、トランプ政権によってイーサ ETF のステーキング用語が承認されるんじゃないかという期待が出てたり、あとチャート的にですね、10月のビットコインと酷似していることから、上に期待するような声が出たりしてます。ビットコインが下がる中はですね、ドル建ても耐えてまして、BTC 建ても先週からは上がってます。ビットコインドミナンスの低下と、ETF の流入などですね、市場の期待通りに単独で強くなる要素が揃ってきている気もしますね。ビットコインが10万ドルの攻防をしているうちにですね、4000ドルを突破すると、さらに強くなりそうな気もします。年末まで間に合うのか注目ですね。あと各国の動向では ECB がデジタルユーロの開発の進捗を報告したことが注目されています。決済導入に向けてユーザーの需要やリスクの調査をしたとされています。最終的な調査結果は2025年7月に公開予定となってますね。最近各社のユーロステーブルの発行が話題になってますけども、デジタルユーロの決済が導入された後ですね、各社の動きにも注目ですね。あとは韓国が仮想通貨税 20% 導入の再度延期を発表しています。来年2025年に導入予定とされてましたけども、さらに2年延期ということで、2027年まで先延ばしされたとのことですね。これで3度目の延期ということで話題になってますね。あと取引所関連では、コインベースがミームコイン、ムーデンの上場予定を発表しています。ペペ、ドグビューハットに次ぐ3つ目のミーム上場となってますね。あとは法定通貨から仮想通貨を変えるコインベースペイが Apple Pay と統合したことも発表されています。あとはビットゴーが一般顧客用の専用プラットフォームビットゴーリテールの立ち上げを発表しています。ビットゴーはこれまで主に機関投資家相手にサービスを提供してきたんですけども、今回専用プラットフォームを立ち上げることで、一般顧客に対しても取引を提供すると発表してますね。あとは日本の取引所 DMM ビットコインがですね、SBIVC トレードに買収されたことが話題になってますね。2025年3月までに顧客資金が全て移管されるとのことです。で、また DMM ビットコインに現在上場している14銘柄に関しても SBI の方で取引開始されるとのことですね。ハッキングから同額の資金調達して、復帰に向けて動いてたように見えましたけども、ここで売却となってます。あと NFT 方面では、ナイキに買収されたデジタルスニーカープロジェクトアーティファクトが閉鎖を発表したことが話題になっています。声明文ではですね、アーティファクトの閉鎖はするけども、新たな取り組みも始めるみたいなことも書かれてますね。ただ、アーティファクト関連の NFT のフロアはそこまで下がってないです。前からナイキがアーティファクトを手放すみたいな噂も出てたんで、裁く人はね、もう裁いたのかもしれないですね。あとアルト関連では XRP が止まらず続伸となってます。時価総額でも USDT を抜いて3位に浮上してまして、円建てでも今朝には400円突破したのが話題になってましたね。先週から数日でもう400円突破となってます。これ400円で掴んだ出川組はどうするんですかね。この7年越しの逃げ場となってますけども、ここまで来たら最後まで握るんでしょうかね。ドル建ての ATH は4ドルあたりなんで、まだ更新してませんけども、ここからさらに上行けるのか注目ですね。あとは先日送り人多発で話題になったハイパーリキッドが DEX のデリバティブの取引量ランキングでも1位になったのが話題になっています。DEX の取引量全体で見てもですね、このハイパーリキッドが約半分を占めているとのことなんですけども、一部からはですね、クローズドソースであるハイパーリキッドの取引量が正しいことをどこで証明するんだみたいな批判も出てるみたいですね。トークンの価格は上場から一時10ドル近辺まで上がりましたけども、現在は調整になってます。すでに時価総額62となってますけども、さらに上行けるのか注目ですね。あとその他リリース関連では、ファントムのソニックラブスがスナップショット完了報告 L1 のメインネット公開を予告してます。こちらもエアドロップが期待されてますけども、トークン発行後ですね、どのような格好をつけるのか見ものですね。今日はこのとこですけど、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。